まるよ。うわー、すげえ。さあ、淡路島に突入ですね。はい、こちらが今渡ってきた明石海峡大橋ですね。右の方にずーっと行きますと神戸市内がずーっと見えまして、こっちの奥の方にはね、神戸空港とか、もうちょっと右行くと大阪南港まで見えるそうです。淡路サービスエリア来るとこんなに大きい観覧車あるんですね。これは絶景そうです。さあ、大鳴門橋の方来ましたね。こちら第一駐車場から歩いて千畳敷など渦の道なども向かっていきます。車で駐車場に停めてから500メーターぐらい歩いてくると、こちら千畳敷という場所があります。こちら鳴門海峡が一望できますね。近寄ってみましょう。おー、今日の渦潮観光船期待値高まるわ。あれ観光船なんですかね。すげえ逆流して走ってる感じがすごいかっこいい。千畳敷のところにはお土産売り場も数軒ありますね。千畳敷からちょっと歩いていきますと渦の道というところがあるみたいなんで、ちょっと覗いていこうと思います。鳴門大橋の下にこちらの渦の道というね、大鳴門橋の下で渦が真下に見られるっていう展望施設があるみたいです。どうやら入場料510円かかるようなんで、ちょっとやめときます。さーて、環状線の方に移動していきますか。鳴門観光港まで来まして、渦潮環状線乗り場の方にね移動してきました。当然見たいのはこのサイズの渦潮だけど、ホームページにも見頃の時間が書いてありますので、調べていかれるといいかと思います。予約しておくと席の方しっかり決められてるみたいです。 B の23が今回の俺の席。時間来たんで乗り込んでいきます。こっちの左側のワンダーナルトは大型船で、今回乗るのはこちらの右側のアクアエディっていう水中が見えるタイプの船乗っていきます。アクアエディ出港しました。なかなか波荒いっすね今日は。さあ、橋の下ぐらいまでやってきました。ちょっと下に行って渦の方を見てこようと思います。なんかかなりエロい感じになってます。これ渦巻いてんのかよくわかりません。ご乗船中のお客様は移動の際、転ばないよう十分お気をつけください。これ激しいね。これが本物の鳴門の渦ですね。おー、素晴らしい。激しい激しい激しいよ。これはここで洗濯したらもう布切れ飛び散りそうですね。これすげえよ。これ渦やべえやべえ。ここうお橋の下すごいんだけど、ここ船大丈夫これ。いやー、船から見る大鳴門橋もいい感じですね。さあ、もう一度渦チャレンジでしょうかね。甲板の上に上がってくるとやっぱりちょっと見栄え違いますね。おー、これ渦潮っすね。すごい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 。いや、絶景絶景。あー、すごい渦ある。これすごいすごい。これすげえ巻いてる。すげえこの渦。向こう側にはワンダーナルト大型船いますね。いやー、大満足でした。今日は運が良かった。
渦潮もすげえけど、この鳴門大橋もすげえよな。渦潮クルーズ、これ絶対来た方がいいです。皆さん超おすすめ。行ってください。ご飯食べに行く11号線沿いに堀越海峡っていうちょっといいスポットだったんで寄っていきたいと思います。さっきの観光船乗り場からすぐ反対側に来ると堀越海峡っていうね、こういう通り道あって、ちょっと逆で見えないんだけどイカダが大量に浮いてますね。釣りイカダですね。これ川みたいになってる。ここでも渦できてますね。すげえ。 Google の口コミ評価が5000件超えのビンビアさんにやってきました。駐車場もすでに満タンですね。ビンビアさん、地元の方にも人気そうなんでちょっと期待できます。入り口横にはなんと生けすがありますね。メニュー至ってシンプルなんですけど、今日はおまかせ定食でいきたいと思います。おまかせ定食のハマチかタイを選べたんですけど、自分はちょっとマダイの方を選びました。鳴門名物のわかめ味噌汁、これめちゃくちゃうまそうですね。それとタイの焼き物に天ぷら、彩りも綺麗で2000円ならかなり得じゃないでしょうか。はい、味噌汁も海物の出汁がめちゃくちゃ効いててうめえ。タイの身がこう分厚くて食べるとすごい歯ごたえしっかりしててうめえわこれ。エビ天もすっげえ身がプリップリで美味しいわこれ。焼きのタイ、身がめっちゃ分厚いんだけどすっげえふわふわなの。やっぱこれ新鮮だわ。このわかめがね肉厚でね、ほんと取れたての磯の香りしてめっちゃうめえこれ。あー美味しかった。ちょうどいい量でした。ごちそうさまでした。いやさすが大人気店ですね。帰る頃には大行列でした。よし、ちょっと腹膨れたんで市内の方ちょっと移動していきたいと思います。四国といえば88カ所霊場ということで、88カ所の四国第1番がなんとここ鳴門市の大麻町にありました。霊山寺はこちらになりますね。中入ったらすぐに鯉がいる池があった。まっすぐ奥に来ますと本堂がありますね。さすが雰囲気あります。つられた灯籠がすごく美しいですね。参拝の方をさせていただきました。霊山寺と同じ大麻町にある徳島の総鎮守
大朝彦神社の大鳥居、大朝彦神社の参道に向かう通り、両サイドにしっかり灯籠ありますね。こちらの後ろにそびえるのが大朝山という山みたいですね。いや、大鳥居から歩いて5分以上歩いたかな。やっと参道見えてきました。やっと鳥居の方まで到着しました。こちらが樹齢1000年以上を誇る大クスノキですね。すごい生命力感じます。こちらが大朝彦神社の本堂ですね。それでは参拝していきます。徳島の発展をお祈りして参拝の方させていただきました。大朝彦神社には猿田彦狼も祀られてるみたいですね。本殿の左奥に進んでくると眼鏡橋、ドイツ橋っていうのがあるみたいなんで、ちょっと見に行ってみようと思います。こちらがドイツ橋。近くにもドイツ館っていうのがあるんですが、第一次世界大戦中はドイツ兵が捕虜になってこの辺に収容されていたようです。その友好の意味を込めて作られたドイツ橋らしいですね。こちら心眼の鏡池といって、眼鏡橋の手前にある池ですね。ドイツ兵士たちが遠い祖国を忍びながらも一日も早くふるさとに帰れることを願いつつ、日本との友好の証で作られた眼鏡橋だそうです。さあ、パワーの方をしっかりもらったんで、そろそろ市内の方向かいます。こちらが大工の里、道の駅ですね。鳴門市ドイツ館にやってきました。こちらが第一次世界大戦で捕虜になったドイツ兵1000人ぐらいが収容されていた場所らしいです。1階にはワインとかビールのミュージアムがあるそうです。今日の宿は駅の真ん前、こちらのバスターミナルの真ん前の大和ロイネットさんにね、宿泊していきます。早速夜の方の街に出かけたいと思います。まず徳島駅の前の方来たんですけど、結構バスの方が発達してるようで、バスターミナルのバス停が多いですね。駅前の交差点、なぜかヤシの実があったりとかして、割と道幅は広めな感じですね。こちらが JR 徳島駅ですね。横幅がどうでしょう、2、300メーターぐらいってとこでしょうか。駅前の通りをちょっとまっすぐ歩いていって、阿波踊りの名店トリボンさんですね、行ってみたいと思います。まず1杯目はクラシックのラガーいただきます。お通しでレンコンごぼうの煮付けきました。焼き鳥の前にまず鶏の唐揚げの方をやってきました。右から塩麹、肩ロースにハラミですね、きました。意外とあっさりささみっぽい感じの食感、うまい。肩ロース弾力すごい、ブリッブリでうまいわ。塩加減ちょうどいい。トロカワの阿波踊り、最後疲れてたって言ってたね。結構俺皮の脂っぽいの好きじゃないんだけど、これ分厚いけど脂っこくなくて食べやすくてちょうどいい。すだちチューハイいただきました。
そうじゃない。昨日食べる3杯目レモンチューハイ。阿波踊りなかなか美味しかったですね。ごちそうさまでした。徳島市内のちょっと夜パトロール出かけたいと思います。ここメインストリートだと思うんだけど、平日だからかわかんないけど全然人歩いてね。両国橋というとこにやってきたんですけど、橋のたもとには阿波踊りしてる銅像があって、その川の向こうにはナイトクルーズなるものをやってる船がいっぱい止まってますね。隣の橋の部分には何かピカピカとライトアップされています。新町川ナイトリバークルーズは25分クルーズで大人600円だそうです。両国橋から南に向かうとこういう商店街通りがあるみたいですね。商店街抜けてくると少し広めの交差点がありましたんで、この辺も中心部の辺なのかな。ちょっと高いビルなんかもあったりします。こちらが徳島の中心繁華街でしょうか。飲み屋さんとかが多い地域になってますね。高商町なのか今夜田なのかちょっとわかんない。ここは境町か。ここに書いてある境町っていう町名らしいですね。境町商店街、飲み屋街異常なし。パトロールを終えて徳島駅前の方に帰ってきました。本日2軒目、駅前の大人気店安兵衛さんに行きたいと思います。こういう大衆的な居酒屋がやっぱいいよね。2軒目、まず1杯目はラガービールの大瓶いただきました。まずはちょっとさっぱりめいただきたかったので冷ややっこをいただきました。弾力がすごくて歯ごたえもしっかりあって、大豆のうまみしっかりしてる。うまいね。阿波踊りを使った地鶏の方、タレでいただきます。こちらの阿波踊りは身がしっかりしててプリッとしてる。なんでいや、オーダーストップギリギリで入ったけどサクッ飲みでちょうどよかった。ごちそうさまでした。美味しかった。今日も徳島満喫しました。ごちそうさまでした。宿帰ります。おはようございます。今9時半ぐらいの朝の徳島駅ですね。今日は一日ラーメン食って観光しに行きたいと思います。駅近くにはアミコという巨大なショッピングモールでしょうか、デパートなんでしょうか、こういう施設もありますね。今日はこちらの阿波踊り会館の方も行ってみたいと思ってます。道の真ん中にヤシの木がありますけど、宮崎とか高知にもこういった感じの道ありましたね。新町橋から見る川の感じはこんな風です。ちょっと腹減ったんで観光する前に朝飯の方を食っていきたいと思います。口コミでもよかったオーバッシュカフェさん寄っていきたいと思います。店内とってもおしゃれで女子受け抜群そうな可愛い店内です。朝から俺にはおしゃれすぎる朝食をいただきます。
これにチーズやハムなどを挟んで食べようと思います。サンドにして作りました。彩りも綺麗になっていい感じでしょ。お次は卵を挟んで食べちゃいます。適度な量で美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、量も適量で彩り綺麗で美味しかった。ごちそうさまでした。徳島といえば阿波踊りは外せないでしょうということで、阿波踊り会館まで歩いてきました。なんとロープウェイ年次点検で運休してました。阿波踊り会館では一年中阿波踊りをお昼も夜も800円で見られますね。踊りの公演とミュージアムとセットで大人1人1000円でした。阿波踊りミュージアムの方に来ました。早速ちょっと阿波踊りの歴史を学んでいきたいと思います。早速阿波踊りの本場で体験の方、公演の方見ていきたいと思います。お楽しみください。阿波踊り会館の隣には蜂須賀家政学問の神様が祀られている天神社がありましたね。今日は残念ながらロープウェイ運休なんで、神社の横から登山口ありますんで、こっから眉山の展望台まで登っちゃいましょう。いや、なかなか急坂な登山道ですね、これ。この場所でだいたい4分の1ぐらいだそうです。やば。うわ、こっから階段じゃねえじゃん。ガチ登山だ、これ。足場悪い、これ見て。ここでだいたい100メーターぐらいらしいんで、あそこですね。っぽいけど、ここで合ってんかな。登山道を登ったところに、剣山神社。と山頂の展望台に到着。このロープウェイやったら超楽だったのに。こちらが和歌山徳島港方面。左へずーっとずれていくと吉野川の河口が見えて、その左の方に遠くは淡路島と大鳴門橋が見えますね。眉山の頂上には一等三角点といって地図の基準になる点がこちらの建物、ちょっとアラブっぽい感じのものですね。展望台を降りて駐車場を抜けて、俺が愛する蜂須賀小六正勝公のお墓がここにあるということで、ちょっと行ってみたいと思います。
なかなか距離ありましたけど到着しました。こちらが蜂須賀正勝公のお墓。岐阜の須ノ俣城、通称一夜城の築城に主導したと言われている蜂須賀正勝。豊臣秀吉の出世をね、すごく貢献したというような人物ですね。このお墓どうやら移転してきたみたいですね。大阪の天王寺にもともとあったみたいです。眉山公園は頂上こんな感じでした。さあ下ろうと思います。ここの眉山の登山道は今まで登ってきた登山より結構急なんで、ほんと登りより気をつけていかないといけないです。いやー、無事に登山の方終了しました。これは気合い入れていかないとマジでやばいです。いやー、腹減った、疲れた。徳島ラーメンといえば猪谷さんなんで、俺もここで食っていきたいと思います。中肉卵入りご飯も一緒にいただきました。まずはじゃあスープの方からいただきます。このスープ割と名古屋人の俺にはしょっぱい感じがちょうどいいかも。美味しい。中にはもやしとネギ、メンマかな。ご飯とよく合うな。次は卵崩していただきます。卵からめると肉がさらに美味しくなってる。今度はご飯をインにして食べます。甘くないすき焼きを食ってるような味でした。美味しかった。いやー、さすが名店の味でしたね。ごちそうさまでした。美味しかった。まだちょっと全然腹膨れないんでね、ちょっと時間的にもおやつの時間ですし、ちょっと甘いもんでもね食べて行ってみたいなと思います。何やらこのお寺がある寺町界隈の方に食べてみたいお店があるんですけど、この辺りかな。Google 見て美味しそうだったんでちょっとやってきました。こちらですね、滝の焼き餅和田の屋さん本店行ってみたいと思います。途中滝があるんですね。これ素晴らしい。なんと入ったら俺一人お通しで泡番茶の方いただきました。すっきりした飲み口ですね、この番茶っていうの。うまい。いやー、抹茶なんて久しぶりだな。それとこちらが焼き餅ですね。抹茶ごまにプレーンということで食べてみようと思います。焼きたてくれましたね。プレーンの方からいただきます。うまっ。焼きたての餅香ばしくてうまい。ごまいただきます。焼いてあって香ばしくなってる。うまい。抹茶。抹茶はね、やっぱ苦味とこのあんこの甘みのバランスがいいよね。いやー、風情ある甘味どこでした。徳島の代表する銀行でしょう。阿波銀行。なかなか広大な敷地に
ありますね。歩いて徳島駅の方戻ってきましたね。こちらから今度行きたいまたねお店ありますんで、ちょっと移動していきたいと思います。バスの方降りました。徳島ラーメンってね、茶色、黄色、白と系統があって、猪谷さんは茶色系なんですよね。で、今から行く岡本中華さんは白系なんです。その白系のね徳島ラーメンをちょっと堪能してみたいと思います。さすが人気店は違いますね。こんな中途半端な時間でも車結構止まってます。岡本中華さん行ってみようと思います。岡本中華さん、なかなか歴史あって屋台から始まっているみたいですね。はい、肉玉小です。はい、肉玉小、はい、ありがとうございます。見てこのビジュアル、超うまそうなんだけど。見た目通りさっきの猪谷さんとちょっと違ってすっきりした感じのスープ。鶏白湯系とは言わないけど、ちょっとそれよりもコクがある感じ。美味しいねこれ。中麺で小麦の味しっかりしてる感じですね。肉の味も変な味付けせず、素材そのまんま生きてるって感じでうまい。それでは今度卵を崩して食べたいと思います。俺は卵の方を入れなくてもそのまんまの方が美味しかったかな。スープうまいけどさっきも飲み干しちゃったんでこれは遠慮しておきます。いやー、さすがの大人気店でしたね。うまかった。ごちそうさまでした。それじゃあ徳島駅の方戻ります。実は岡本中華さん、昨日ビンビアで相席になった方からご紹介いただいたお店なんですけど、本当に美味しかったですね。ここはねちょっと遠いんですけど、バスで30分ぐらいかけて来れば食べれる場所なんで、絶対に食べることをお勧めします。うまかった。中電駅という駅前にやってきました。駅っぽくない駅ですね。特に切符売り場とかもないです。ここから徳島駅電車乗って戻ります。JR 四国ボタンで開閉するみたいですね。徳島駅に到着しました。なんと切符手渡しでした。びっくりした。駅戻ってきましたんで、宿に1回休憩戻ってまた出かけたいと思います。今日は徳島駅周辺で飯食いに行きたいと思います。駅の少し西側に来ました。こちらですね。阿波料理が食べられるという居酒屋さん、徳さん、行ってみたいと思います。お通しでやっこサイズ来ました。1回目はアサヒスーパードライの中瓶からいただきます。刺し盛りの方来ました。まずこちらタコと、そしてイカ、今旬なサワラとマダイですね。これナルトダイでかな。横輪に本ガツオ、こっちでも結構カツオ出るのかな。いただきます。このイカ切れ込みが入ってるかわかんないけど、トロトロでめっちゃうめえわ。炙ってあって香りあって脂乗っててトロッとしてうめえ。
かいしっかり。続いて横は。続いて阿波名物の炙りフィッシュカツの方をいただきました。こんなうまいに決まってんじゃん。魚のすり身にカレー粉で少し味付けしてあげてある。うめえ。2杯目、生搾りすだち9杯いただきました。阿波踊りの鍋の方の具材やってきました。うわ、見当違いでこれ鍋食えるかな。めっちゃ量よ、やべえぞこれ。俺の前にはこの巨大な鍋が鎮座してます。そろそろ具材の方を入れていきたいと思います。薬味は準備完了です。鍋の方そろそろいただいていきたいと思います。いやー、何頼んでもボリューム満点でした。最後死ぬかと思いました。ごちそうさまでした。それじゃあ今度は源泉かけ流しが徳島にあるということで、温泉を入りに行きたいと思います。今徳島城の横いますけど、ライトアップされてて綺麗になってますね。吉野橋東交差点からもうちょっと遠く行ったところなんですけど、よし、駅から20分ぐらいかけて着きました。徳島市民の方が羨ましい。こんな市内に源泉かけ流し温泉があるなんて。新田江の湯行ってみます。それでは温泉入っていこうと思います。いや、さすが源泉流しの温泉でした。すごい気持ちよかった。こんなんあるのか。後からほのかに香るすだちの香りのビール。超美味しいねこれ。はい、徳島駅まで歩いて帰ってきました。駅前のポストの上に阿波踊りしてますね。明日は付近をちょっと回って、鳴門の名店を回ってから帰ります。おはようございます。3日目の徳島の朝です。今日はあいにくちょっと曇りで天気が少しだけ悪いみたいですね。朝ちょっと散歩がてら駅周辺散策していきます。徳島城跡の門までやってきました。こちらがわしの門。戦争で燃えたから再建されたみたいですね。徳島城の石垣はこんな感じですね。お堀とかの石の形がなんか結構バラバラな感じしますね、ここは。石垣は野積みという手法で築かれているそうで、少しなんか緑か青かなんか色味がかった色の石っていうのも特徴的みたいです。徳島城へ入る下条橋。今は石垣ですけど、昔は太鼓橋の木製だったみたいですね。蜂須賀家政が築城した歴史が学べそうですね。今日はちょっとまだ朝早いんでやってないです。この中央公園内ソメイヨシノがたくさんあるんで、桜の時期はめちゃめちゃ綺麗なんでしょうね。こちらが築城に関わった蜂須賀家政公の銅像。
なんと公園内に蒸気機関車が飾ってありました。徳島と小松島間を結んでいた列車だそうです。城山という山を登ってます。なかなか急だ。こちらが天守跡になります。本丸跡みたいですね。なんと徳島にも小便小僧がいました。宿の方チェックアウトして、今度は鳴門の方また向かいます。続いてやってきたのは道の駅くるくる鳴門さんです。鳴門金時も有名ですもんね。こちら大渦食堂さんの海鮮てっぺん丼が名物らしいです。わかめ名物なんでね、ここでお土産で生わかめ買っていきたいと思います。いくら醤油なるとてつもない調味料が売ってますね。すだちぶりの釜なんかも売ってますね。お得なんだけどちょっとな。お土産でフィッシュカツと生わかめ、あおさに佃煮ですね、買いました。引き続きやってきたのはこちら、鯛塩ラーメンで有名な堂の浦さんですね。食べていきたいと思います。こちらの名物鯛塩ラーメンとお時間ちょっといただきますということで、釜飯の方をね注文しました。なんと釜飯作ってくるんじゃなくて、目の前で時間待つスタイルでした。店内から海が見渡せる絶景の堂の浦さんです。待望の鯛塩ラーメンの方をやってきました。白い透き通ったスープがめっちゃうまそうですね。こちらタイの皮をパリパリに仕上げてあります。香ばしくてうめえ。麺は割と細めなんだけど、少し撮影するからって気使ってくれたのかな、芯がちょこっと残ってるような感じで仕上がってました。タイのうまみがギュッと凝縮されたラーメン、スープも飲み干すうまさです。野菜のうまみもあるのかな。それでは釜飯がそろそろできたそうなんで開けてみます。おー、いい感じですね。だしがめっちゃ効いてて、こんな釜飯食ったことない。うめえ。タイふわふわ、うまっ。料亭のような上品な釜飯とタイラーメンでした。とっても美味しかった。ごちそうさまでした。こちら鳴門で大人気店の嵐さん、いろんな方に紹介されましたが、今日休日でした。残念。はい、今回の徳島編はここまで。いかがだったでしょうか。阿波踊り、鳴門台、それに徳島ラーメンなどね、いろんなグルメをこうくるくるっとざっと回ってきたんですけど、こういう鳴門のね、大橋もそうなんですけど、こう渦潮などのね魅力もねたくさんある徳島、本当にいいところでした。まだまだちょっと回れなかったところもたくさんあったんですけど、また来たいと思います。今回の旅で少しでも参考になったな、いいねと思った方、グッドボタンと高評価、チャンネル登録の方忘れずお願いします。それではまた次回の旅でお会いしましょう。次回北海道旭川編をお楽しみに。
トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。